日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は多くの学習者を困惑させている場所へ何々と場所に何々の違いについて一緒に考えます。そんなの知ってるよ。A でも2でも意味は同じでしょと思った方もいるかもしれません。確かに多くの A は2に言い換えることができますし、意味もそんなに大きく変わることはありません。でも場合によってはこのうちの1つしか使えない時もあるんです。今日の動画を見れば A と2の微妙な違いがわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず多くの日本語初級の教科書では次のような文を最初に教えていますね。先週京都何々行きました。この行きます以外に来ます帰りますも移動を表す動詞なので、これらの動詞の前には A をつけてくださいと習いますね。でも実際の会話ではどうでしょうか。友達や同僚との会話ではほとんどの日本人は A ではなくて2を使うと思います。つまり先週京都に行きましたとか京都に行ったよと言うと思います。つまり A はどちらかというとかなり正式な場面、例えば大勢の人の前でスピーチをする時などによく使って、逆に一般の口語では2を使うことが多いということですね。しかもこの2は別に砕けすぎているとか失礼だっていうことはありません。もし上司に先週何をしたかと聞かれた場合、京都に行きましたと答えても何の問題もありません。2も丁寧な場面で普通に使うことができますので安心して使ってください。ではそもそもどうしてほとんどの初級の教科書では場所へ移動動詞を教えているんでしょうか。いくつかの理由が考えられます。まず2には本当にたくさんの用法があって、数え方によっては14通りもの使い方があると言われているのに対して A の使い方や意味はほとんど一つしかありません。簡単に言うと一番主な A の使い方は方向だけですね。でも2の場合は同じ教科書の中でも8時に起きますのように動作を行う時間を表す使い方も出てきますし、買い物に行きますのように目的を表す使い方も出てきます。それでもし初級の教科書で8時何々学校何々行きますこんな文が出てきたら、学習者は8時に学校へ行きますだと答えることができます。もしこの文が8時に学校に行きますだとしたら、学習者は2回も2が出てくるっていうことにちょっと混乱してしまうかもしれません。ですから8時に学校へ行きますそれぞれ1回ずつ使ってるわけですね。また教科書に出てきそうな木村さんはスーパー何々買い物何々行きましたっていう文もスーパーへ買い物に行きましたと覚えた方が覚えやすいですよね。場所の後ろにはへがついて目的の後ろにはにを使うと覚えれば簡単ですよね。もしこの時にスーパーにでもいいですよと言ってしまうと、学習者はにの使い方がいろいろあるせいで
なかなか助詞の使い方を覚えられなくなってしまうかもしれませんね。そういうわけで実際には日本人があまり使わないなんですけど、初級の最初の段階でこれを習うことにはちゃんと理由があるようです。もしある程度日本語の知識がある生徒さんが先生にはダメなんですかと聞いてきたら、実際にはここに書いてあるは全てにに変えることができるし、実際は日本人はそちらの方がよく使いますよと伝えています。ただだいたいが使える時にはに置き換えられますが、逆はダメです。この絵にあるようにの方が意味の範囲が小さくてにの方が広いからですね。では日本人はとにを全く使い分けていないのでしょうか。いろいろな文献を調べると、多くの日本人は無意識のうちにこの2つを使い分けていることがわかります。ではもう一度最初に出てきた例文を見てみましょう。先週京都何々行きました。ここでにを使う場合は京都っていう場所を到達点と捉えています。具体的な場所ということですね。大阪でもないし神戸でもないし、京都だけに行ったという意味ですね。でももし京都っていう場所を方向だと見ているならどうでしょうか。それなら京都へ行きましたという可能性も高いですね。を使うとその方向へ向かっていったという意味になります。では次の文はどうですか。台風は現在北何々ゆっくり進んでいます。これは北へ進んでいるという可能性が高いです。もちろん北に進むといっても間違いではありませんが、台風というのは無生物なのではっきりした目的地があるわけではなくて、私たち人間はただ台風が進む方向を観察するしかありません。ですから北、南、西、東などの方向の後ろはになりやすいんです。またの後ろにつく動詞としては向かうとか進むなどが相性がいいようです。では次の文はどうですか。あなたはあるサッカーチームのリーダーです。試合中にチームのみんなにこちらの方向に移動して積極的にやろうと声をかけたいです。そんな時あなたは何と言いますか。これは前へ前へですね。前へ前へです。多分後ろにあるはずの進めという動詞が省略されているのかもしれませんが、これも前という方向を表すので前にはなりにくいです。このことからには具体的な到達点や結果を表すのによく使われるのに対して、はその過程に重点が置かれていることが分かりますね。ですから次のような文の場合はどうですか。一生懸命京都何々走った。この文を聞くと京都に着いたということよりも一生懸命走っている場面の方が目に浮かびますよね。この場合走るという過程の方が重視されているので、京都へ走ったの方が自然だと思います。これ以外にも変化とか発展などの過程を強調したい場合には A から B へ変化するとか A から B へ生まれ変わるなどの言い方をよくします。では次の2つの文はどうですか。早くトイレ何々行きたい。将来宇宙何々行きたい。
これはもちろん両方ともにを使っても間違いではありません。でも宇宙へ行くという人が一定数いると思います。宇宙っていう場所はある地点というよりも実際はとても広い範囲ですよね。それともう一つは宇宙というのは単純に遠いところにあるということもあります。それに対してトイレはどうですか？大抵近くにありますし具体的な地点ですのでトイレに行くという人が圧倒的に多いと思います。もちろんさっき言ったようにトイレという目的地がポイントなのではなくて席を離れてトイレの方へ歩いていくっていうことに重点がある分ならトイレへ行くと言っても間違いではありません。じゃあ次はどうですか？友達何々プレゼントをあげた、大統領何々プレゼントを差し上げた。これももちろん両方ともにを使っても間違いではないのですが、友達の場合は友達にあげるになることが多いのに対して大統領の場合は大統領へという人も結構多いと思います。一つの理由はこの文を話す場面がもしかしたら正式な場面かもしれないという点ですね。でももう一つの理由は友達というのは身近な人です。心理的に近い人ですが大統領は多くの人にとって心理的にちょっと遠いところにいますよね。友達のように同等なのではなくてもっと自分より地位が高いです。ですからこういう時にもを使うことが多いんです。ところであなたは友達に日本語で手紙を書いたことがありますか？例えば花子ちゃんに手紙を書く場合、手紙の一番上に何と書きますか？花子ちゃん何々。これは花子ちゃんへですね。こんな風に手紙の宛先にをつけることが多いんですけど、この場合はには使えません。でももちろんビジネスの手紙の場合ははつけません。普通は何々部長、田中部長とか山田課長のように名前の後ろに継承とか肩書きをつけるだけで大丈夫です。もちろん相手の肩書きがわからない場合とか肩書きがない場合は何々様、田中様、山田様と書くこともできます。じゃあ次の場合はどうですか？会社何々の道は複雑です。東京何々の飛行機は遅れています。このように後ろにのが続いている場合はのと言います。会社への道とか東京への飛行機ですね。にのっていう言い方はありませんので気をつけてください。どこどこへ向かう何々のように後ろに名詞が続く場合は今みたいにどこどこへの何々になります。はい、今日はとにの違いについて考えました。両方とも使える場合も確かに多いんですけど、日本人は多分無意識のうちに使い分けていることも多いということが分かりましたね。もし今回の動画が何かの参考になったならいいねを押してくださるとすごく励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。